こんばんは、ゆうかです。撮影している今日が10月の13日ということで、世の中はハロウィン一色です。私もせっかくなのでいつもとは違う動画にしてみようかなと思います。ということで今回作っていくのはこちら、じゃーん。最近ドラゴンボールに今更ながらハマってまして、この前中野ブロードウェイに行った時に中古で売っていたフィギュアを買ってきました。でこちらをウェザリング塗料で簡単にリペイントできないかなと思って今回挑戦してみようと思います。今のところ土台のビネットみたいなものも作りたいなと思っているんですけれども、初心者の私にどこまでできるでしょうか。これも修行の一環。こんな格好でやるわけにはいかねえ。気をためて、はあ、サイヤ人モードで修行すればもっと上手くなれるかもしれねえ。ほらワクワクすっぞ。はい、こんな感じですが頑張っていきたいと思います。最後まで楽しんでってくれよな。それでは本編行ってみっか。それでは開封していきます。でんででん。お、こんな風に入ってるんですね。おお、はい、ごはんちゃんです。塗装する前はこんな感じです。擦り傷や人体の筋にはグラデーション、そして額と口には怪我をした描写が書かれています。まずはウェザリングからグランドブラウンを使って服を汚していきたいと思います。モビルスーツと違って生き物だからあんまり汚しすぎないようにしないと加減が難しそうだ。薄め液の方が多くなるぐらいの割合で作ってみます。できるかな、できるかな。おー、あ、でもいい感じじゃない？全体的にベシャベシャと塗っていきました。あ、なんだと？靴のところになんか文字が書いてある。消せばよかったかな。まあいいか。上半身も同じように塗っていきます。上半身も道着は塗り終わりました。薄め液をつけて落としてみようと思います。めっちゃティッシュが破ける。ガンプラと違って凹凸が多いですし、服や髪の毛のトゲトゲがキムワイプに引っかかって破けるので少し戸惑いました。まあこんなもんかな。服を軽く汚すとこんな感じになりました。さっきの色じゃ肌色の部分ちょっと濃すぎたのでステインブラウンを使っていきます。私はいつも汚しすぎだから薄め液が多いぐらいの方がいいかもしれない。一丁やってみっか。さっきのステインブラウンよりは肌の色にはこっちの方がいいかもしれない。わしごはんちゃんも若いのにすごい筋肉してんな。すげえな。ほらびっくりしたぞ。なんかちょっとしんちゃんみたいになっちゃうんだよな。モノマネ下手か。顔と頭にも容赦なく塗っておきました。髪の毛が茶色だけだとなんかしっくりこないので、さっきのステインブラウンもちょっと足しておきます。髪の毛にだけね。こういう細かいところは好みな上に自己満なので仕上がりにはさほど関係ないのかななんて思えてきます。全体的に塗り終わりました。どんぐらい落とすか問題。髪の毛など凹凸の細かいところは綿棒に専用薄め液をつけて落としました。はい、肌と髪の部分もウェザリングが終わりました。溝に暗い色が入って全体的にトーンダウンしたことによってメリハリが出て少しかっこよくなりました。はい、ごはんちゃんが乾きました。これだけでは少し汚れが足りないのでミスターウェザリングペーストマットホワイトを使って泥で汚れた感じを出していきたいと思います。一旦薄めずに塗ってみよう。ちょっと汚れすぎなんじゃないかなってぐらいが個人的には好きなのでどんどん塗っていっちゃいました。髪の毛はどうしようかなって思ったんですけれども、頭から落ちたりするシーンもあるしきっと髪も汚れてるよなってことで塗っておきました。はい、全体的に汚しました。汚れ具合はこんな感じで全体的に白っぽくなっています。ウェザリングから専用薄め液を使って落としながら汚れ具合を調整していきます。髪の毛はやって正解だったのかちょっとわからんな。
編集してる今だからこそわかるんですけれども、最後の艶消しトップコートを吹いた時に少し落ちてしまうので、あんまり落としすぎない方がいいのかなと思います。そんなもんかな。こんな感じでだいぶそれらしくなった気がします。細かい傷の部分が土でちょっと隠れてしまったのが気になるので、リアルタッチマーカーセットを使って色をちょい足ししていこうと思います。と思ったんですけれども、茶色のペンダーを着すぎてしまったので、ウェザリングカラーを使って墨入れをしておきました。擦り傷部分にピンクを塗ってみたんですけれども、ちょっとねピンクすぎるよね。リアルタッチレッド、これ意外といけるかもしれないな。試行錯誤の上に行き着いたのがこれ。まずは最初にレッドをちょんちょんちょん、次にオレンジを少しだけちょんちょんちょん、最後にぼかしペンで外側をポワワワワ。割といい感じの気がします。少し光沢感が欲しいので、水性ホビーカラーのクリアレッドを上から塗ってみようと思います。ちょんちょんちょん。クリアレッドをつけた方、つけてない方、つけた方が少し生々しい傷みたいに見えますね。ほぼ自己満ですけど、つけておこう。傷ができた時は真ん中の辺の方がぐちゅぐちゅしてると思うので、外側には塗らないように気をつけました。近くで見るとこんな感じに塗れました。一旦この状態で乾かします。顔色の悪さが気になったので、ウェザリングマスター G セットを使って皮膚の部分に少し血色感と立体感を足しておきました。今日のご飯はフレッシュネスで買ってきたマッシュルームチーズバーガーです。パッケージが可愛い。こちらは10月17日までということで慌てて買ってきました。中はこんな感じ。マッシュルームが入ってるみたいです。チンしてくればよかったかな。いっか。いただきます。まだキノコに到達してないですけど、パティが美味しい。すごい。マッシュルームの香りがすごいです。美味しい。甘い玉ねぎとの相性も最高。今年はもう終わっちゃいましたけれども、フレッシュネスの秋の定番商品ですので、気になる方は来年の秋ぜひ買ってみてください。すごく美味しいです。秋を満喫できる美味しさでした。来年の秋も期待ですね。ということでごちそうさまでした。ここから土台を作っていきたいと思います。材料を買いにダイソーに行ったんですけれども、ハロウィン雑貨のすぐ後ろはもうクリスマス雑貨。世間の時の流れは早いです。まずはバンブープレートと発泡スチロール製レンガを使っていきたいと思います。初めてのことだからちょっとできるか怪しいんですけど、やってみることにきっと価値がある。これも修行だ。岩場っぽい、砂場っぽい、荒れ地っぽい、そんな感じのものを作りたいなと思っています。で、発泡スチロールを切るのに手っ取り早くスチロールカッターを使っていきます。2009年に買ったみたいだけど、まだ使えるかな。どうでしょう。使える。あんまり早くないですけれども、カッターや手よりゴミも出ないし綺麗に切れるのでいいかなと思います。上下に動かしてなるべくランダムな曲線ができるようにしました。どんな形に切るかは考えずに、とりあえず大量生産です。土台に盛り付けをしていきます。使うのはコルク粘土と木の粉の粘土とクラフトストーン、これらを水とボンドで混ぜ合わせてみます。なんか怪しい。大丈夫か。適当な量のボンドを入れて混ぜました。土台の方にもボンドを塗って、その上に先ほど混ぜた粘土をのせます。とりあえず平たく伸ばしておきました。ここにさっき切ったこいつらをのせていきたいんですけど、乗るかな。発泡スチロールを切った段階ではどんな風にするか決めていなかったので、ここで大体の当たりをつけていきました。発泡スチロールはグルーガンを使って留めていこうと思います。グルーガンも100均で手に入るなんていい時代です。全体的なバランスを見ながら自分の好きな形に整えていきました。中央部分には先ほどの粘土をのせて平らにしておきました。
絵の具を塗る前にブラックジェスを粘土に足してよーく混ぜてから全体的に筆で塗っていきました。粘土の方に混ぜてあるコルクや砂のテクスチャーでザラザラ感を出すのが目的です。塗り終わったら乾ききる前にクラフトサンドをまぶしておきました。地面のザラザラ感いい感じに出せたんじゃないかなと思います。中央の亀裂のような模様は調色スティックを使って粘土を引っかいてみました。ポンポン痛くてスーパーサイヤ人じゃいられなくなっちまった。あとちょっとオラに電気を分けてくれということで完走しました。なかなかいい感じなのでは？このままじゃ立たないので真鍮棒を刺して固定していきたいと思います。直径 2mm の真鍮棒を Amazon で注文しました。ピンバイスを使って足の裏に穴を開けてそこに差し込みます。長さ調節のためにニッパーで真鍮棒を切ろうとしているんですけれども、ここ音量注意です。よっ、ちゃんと切れるのか。危ないのでみんなは気をつけてね。思ったより簡単に切れてしまった。一旦これで刺して確認してみます。立ち位置を決めて土台の方にも穴を開けます。この時より安定するために土台の丈の方にまで穴を開けています。果たしてちゃんと刺さるのか。いいじゃん。反対の足も同様の処理をしました。いい感じ。足元後でもっとちゃんと接着すればいい感じに立ってくれそうです。揺らしてもこの状態でも大丈夫そう。よかった。こんな感じで足裏に真鍮棒をつけてみました。ごはんちゃんを乾かしてる間に土台の色がちょっと暗すぎるので絵の具を使って塗っていきます。家にあったアクリルガッシュを使ってみようと思います。適当に色を混ぜてザザザーっと塗っていきます。下に濃い色を塗っているのもあって一色でも割といい感じです。ちょっとめっちゃ毛抜けるんだけど大丈夫？大丈夫じゃないよ。荒れ地に毛は必要ないのよ。砂が入ると筆がダメになってしまうそうなので100均の適当な筆を使ったんですけど、砂に引っかかって毛が抜けて大変でした。安くて毛が抜けないいい筆をご存知でしたらぜひコメント欄で教えてください。集中しすぎて手元が映ってなかったんですけれども、凹凸がより分かりやすいように白を多めに足した色をザザザッと上から塗っておきました。亀裂模様が見えにくくなっちゃったので黒っぽい色で亀裂部分をなぞって強調しました。ウェザリングしたごはんちゃんを土台に乗せて足元の汚れ具合を調整したいのでミスターウェザリングペーストを少し乗せようと思います。足元に重点的に塗ってついでに地面にも塗っておきました。あとは専用薄め液で適当に落としたらフィギュアリペイントと土台の完成です。どうでしょう、ドラゴンボールの砂っぽさ、泥臭さを表現できてますでしょうか。土台を含めて全体に艶消しトップコートを拭いています。水性のプレミアムトップコートなので上から拭いても安心です。足は真鍮棒に瞬間接着剤とグルーガンで固定しています。足元の亀裂も迫力を出すのにはいい表現になったんじゃないかなと思います。傷の部分は艶消しトップの後少しだけクリアレッドを足しています。近くで見ると大きいシワの部分にはウェザリングペーストがちょっとのっぺり残りすぎちゃったかなという気がしますが、背中やお尻などよく汚れそうな箇所はいい感じに汚せてるんじゃないかなと思います。初めてにしては頭で描いてた通りに作れたので大満足な出来栄えです。ドラゴンボールはまだ見始めたばっかりですので皆さんのおすすめのシーンなど教えてもらえたら嬉しいです。スマホ画像なのでだいぶコントラスト強めですがビフォーアフターを並べるとこんな感じ。新たな沼にはまってしまいそうです。というわけで今回は初めてのフィギュアリペイントと土台を作ってみました。これはビネットというものに含まれるんでしょうか。初心者でもそれなりにかっこよくできた気がするので参考になるかはさておき、やったことない方もぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。制作するのにあたって参考にさせていただいた動画は概要欄に書いておきます。最後まで見てくれてありがとうございます。またこういう動画も見てみたいって思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタン、
大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で絶対会おうな。バイバーイ。